大阪の一角に地図にない町がある。大阪市西成区にある愛林地区、通称釜ヶ崎と呼ばれる場所だ。日雇い労働者の町と言われた釜ヶ崎は、高度経済成長期から1990年代前半のバブル崩壊直後まで仕事を求める労働者であふれ返った。最盛期には500メートル四方ほどの釜ヶ崎に2万人を超える労働者が暮らしていた。彼らの存在なくして日本の高度経済成長とインフラ建設は実現しなかっただろう。だが大勢の労働者で賑わった釜ヶ崎も公共事業の減少と高齢化の加速で様変わりしている。街ですれ違うのは年老いた元労働者ばかり。地域の男性比率が 80%、60歳以上の男性高齢者が 41%、生活保護受給世帯が 40% と、高齢の貧困男性ばかりが集まる世界でも類を見ない歪な街になっている。その断面を三角公園のそばにある教会で見た。この教会には窓のついた小さなロッカーが壁一面にある。身寄りのないホームレスなど近隣で亡くなった人の遺骨を保管した納骨堂である。早朝から日雇いの仕事を求める男たちが集まる釜ヶ崎。その中には年を取り肉体労働に従事できなくなった高齢者もいる。釜ヶ崎にはそんな高齢者のためのセーフティーネットも存在する。町の清掃活動に従事する高齢者特別清掃事業である。まだ夜も明けきれない午前5時過ぎ、始発電車が通り過ぎた南海本線のガード下から緑色のベストを着た男たちが次々と姿を現した。その中にひときわ小柄な男性がいた。84歳の平守である。センター前周り掃除する仕事だよね。ガードに立つ、車の整理に立つ人もいるし、だから掃除する仕事と車の作業員を集める業者ね。そういう仕事の警護っていうかな、交通整理みたいなのも。嫁さん亡くなって3年ぐらいして、ある人にその銭をね貸したんさ。して俺最近嫁さん亡くなった直後だったから金いるから、その人が20万借りたん。年金担保で借りたからすぐ払えるのはね、少々もあるし、それ相手分かっとったから金融通してくれたの。で払ったら今度1週間が10日したら貸してくれって来たんさ。そしたら今度1000万払うんでとんずらされちゃった。UR 住宅供給公社だったけどね、勝手に裁判して放り出されてしまったんさ。3万の家賃が滞納で、それで何もかもなくなって、西成荷物もなくなって、もう芋新聞もんだけ持ってかれてしまったから、で取りにも行けないし、スーツケース一つ持ってこの町を降りたの。73、2か3ですよ。平成20年で。8時半に手続き。もう3時には金もらえる。3時15分ぐらいに。それで8回も入ったら45,600円ってことさ。それと年金で12万越すから。したら福祉入るんでも正解だったんさ。自分の仕事がね、大きく分けて3つやったんですわ。お寿司屋さんに5年おって、それから電電公社に15年おって、で最後大型トラックで10年なんですわ。でそれで嫁さんが平成4年に倒れたら、それから嫁さんの介護でまた14年なんで、そう障害育になってしもたから、それで貯めとる金全部なくなってしもって。楽しい思い出はすごかった。で大阪で目の前にいい女性だったから口説いて、1年交際して本人から了承をもらってね、 OK もらって結婚できたんだけど、北海道の長崎から
両親お互いに来てもうて、それで何人か友達来てもうて、天皇殿で式挙げてるのさ。だからその人生がでも倒れるまではものすごい楽しい人生だったね。少々戻ったから、そんな辛い介護じゃなかったんだけど、最後は辛かったね。もう亡くなってから貯金が。で、この町によってね、もうあっちこっち行くんさ。もう野球も行くし、甲子園も行くしね。で、来年東京オリンピックだから、今年か。それ30万貯めてね、もうちゃんと頑張ってるんで。自分で生きてる間に最後のこの自分のね、どの競技でもいいんだわ。とにかく見て、自分の人生にオリンピックも実際見れたって、そういう体験。何が楽しいって言ったら、姫に決まってるじゃないの。男ね、賃欲、食欲、性欲だもん。性欲でしくじるでしょ。もうそれは役人もおまわりさんもね、先生もダメなんで。人生ね、何がダメだったら、多分そこまで行ってそれ以上はダメだってことあるんよ。それをこすからみんなしくじるんで。だから自慢じゃないけど、嫁さん以外のね、10回ぐらいだけのチャンスあったけど、1回も嫁さん売られてない。なぜかがんになったんで。悲しむでしょ。子供作ったら、だから俺死のせいしなかったんで。だから健康だから今でも84でまだ姫会に行けるやんか。だけどそれしないんで。だから天国行った時に、お前裏切らなかったよって言われたんで。会えるかどうかわからんよ。いや、そういう人生おもろいでしょ。そういうね、そっちで我慢するとね、かなり忍耐がいる。まあ言いたいけど、うろちね、頭で描いてんだけど、それしなかったの。だから誇れることそれぐらいかな。特別清掃事業に参加する人の中には、ホームレスもいる。68歳の庄司健一は、普段は萩野茶屋シェルターで寝泊まりしている。萩野茶屋シェルターとは、大阪市の委託を受けた釜ヶ崎支援機構が、野宿者のために提供している簡易宿泊施設だ。220台の2段ベッドとシャワー室、トイレ、休憩所などがあり、夕方6時から翌朝8時30分までここで寝泊まりできる。庄司が特別清掃事業に出向いて日当を得るのは3、4日に1回だ。それ以外の日は、JR 天王寺駅前で、ホームレスの自立を支援する雑誌、ビッグイシューを販売している。2014年の7月7日のこの来たんですよ。38の時、この解体会社入って、結婚して3ヶ月でして、で、その前の会社だったんですが、これ、ちょっとお金が安くて、で、解体会社に入ったら倍はくれるということで、なら、自分の奥さんをね、まあ、面倒見て養って生活できるように面倒見ようと思う。で、それまで静岡おったんですよ。出張に。で、仕事がなくて、で、大阪来て、で、大阪駅で寝とったところを、今のビッグヒット知られまして。で、もうお金ももう、あとから3年後しかないし、寝るとこはないし、金はない。うわ、どうしようかなと思って、横井とかここに来たんですよ。ここ西成区いうとこは、日本全国から集まってきとるから、どんなんが俺は分からん。だからあんまり、ねえ、シェルターで寝てるもんとあんまり親しくならんようにして。家があるとどうしてもそのアパートで稼がなあかんですよ。4万5万するよ。ちょっとええな思ってたら5万するよ。お金ね、ビッグでだいたい8万ほど。で、これがだいたい4万。8万稼いでも3万は持ってかれるからな。足りない分をこのビッグ特捜で稼いでるわけです。その建物の下でじーっとこう1日2日だったらええんやけど、それを何年もとなるとちょっとね気が考えられんね僕に。でも働くの好きだからずっと働いてきたんです。なんとかね自力でまあどこまでできるか分からんけど自力でね生活できる程度稼いで
好きな映画でも見に行けばできて、で好きなもの食べて、それができたらええなと思って。釜ヶ崎には平谷昌司のように体が動く限りは働きたいという労働者が少なくない。彼らは肉体労働を通して社会に関わってきた。働くこと、それが社会に対する貢献であり、誇りだと考えているからだ。その思いは年を取った今も変わらない。高齢者特別清掃事業で現場の班長を務める釜ヶ崎支援機構の小暮義信は、参加する高齢者について次のように語る。55歳以上の、高齢者の方々を対象にですねやってるんですけども、ホームレス状態とか、あるいは、今現在その宿はあるんだけども、その俗に言うドヤと言われるような一般の、賃貸住宅などに住めない方々を対象とした支援をしていこうということで、今登録者数はですねだいたい1050人ぐらいでして、で1日の、単価が、5700円ですね。業務的にはですね、まずは、大阪府と大阪市の関連の、学校さんですとか、あるいは、施設、区役所とか、そういったさまざまな、各、市や、府が管理している建物の除草作業を主にやっているものと、であとは、この愛林地域のですね清掃活動をやっているっていうものと、であとは交通誘導といいますか、事故が起きないようにですねそれを見守る、そういった、作業を、従事していただくという。傍から見てどう見てもその歩きづらそうとか仕事がしづらそうという人たちにはですね、生活保護どうっていう話をしたりする時もあるんですけど、やっぱりそういった時に今登録されてる方が強く言われるのは、いや俺は昔は鉄筋屋でどうこうとか土建屋でどうこうとか、だからこんなんで負けてられんねやみたいな感じのことを非常によくおっしゃられる方がいらっしゃるんで、なんとか自分の力で頑張りたいんやと、そういう強い意志を持った方々が非常に多いなっていうのを日々の業務を通じて感じますね。次は岩船でございます。お年寄りやお体の不自由な方に。特別清掃事業には大阪市の資金が投入されており、高齢の日雇い労働者のためにわざわざ公金を投入して仕事を作ることには批判の声もある。だがこういった仕事があるからこそ、平谷昌司は日々の金を稼ぎ、社会における自身の存在を再確認できる。自称福祉の町では、働けなくなった労働者がいかにこの町で暮らしているか、その現実を見ていこう。